されども皆さん、本日もお疲れ様です。花粉がね、この時期大変な方もいらっしゃるでしょう。僕もちょっとね、辛いと感じる時があります。さあ、ところで実はレシピ本が今日発売の日でしてね、おかげさまで皆さんたくさんの予約をしてくださって、発売前に重版も決まって感謝です。ありがとうございます。そんなレシピ本から今日は一品ピックアップして作っていきます。オニオンですね。オニオンステーキナポリタンソースっていう料理なんですけど、玉ねぎをしっかりと美味しいステーキにしてナポリタン風の味わいで楽しむ、そんな一品になります。最初のポイントは玉ねぎを均一な厚さにカットすることですね。もちろんその買ってきた玉ねぎのサイズ感にもよるんですけど、だいたい3等分から4等分ぐらいで、しっかりと焼くときに焼き色がつきやすいようにまっすぐ切り落として、焼いていくとというか火を入れていくとどうしても玉ねぎってほぐれちゃうじゃないですか。なので爪楊枝で止めておくと焼き色きれいにつきやすいと思います。で、玉ねぎ準備できたら次はソースのパーツです。ナポリタンって、ピーマンとかウインナーとかをしっかりと食べるっていうサイズ感だと思うんですけど、今回はソースの役割なんでみじん切りにします。なるべく細かめにしておきましょうか。主役はあくまで玉ねぎで、そのソースに使うこういったピーマンとかはちゃんとソースとして馴染んで玉ねぎに絡んでいくような、そういった細かさでいきます。あとニンニクですね。今回ちゃんと本に記載してる分量通り用意していきます。レシピにみじん切りって書いてあるときは、僕の場合は極力細かいカットです。で、粗いときは粗みじんとか書いたりするんですけど、一応サイズ感はこんな感じと。次はウインナーとかでもいいんですけど、ベーコンにします。しっかりと食べるっていう感じだったらウインナーでいいんじゃないですかね。たださっきお話ししたようにちょっとソースとしての役割なので、細かめにカットして味や香りをしっかりとソースに移すってなる場合はベーコンの方が相性いいかなと。で、カットはこんな感じでちょっとマッチ棒ぐらいのサイズ感です。これで味を引き出しましょう。で、次はバジル。あんまね、本来のナポリタンにバジル入れたりっていうことは少ないと思うんですけど、これまたソースとしてね、非常に相性抜群なんで、入るとまたね、表情だいぶ変わるんですよ。これも一旦レシピ通りに作ってもらって、あとはね、バジルがすごい好きだという方がいたらレシピ以上に入れてもいいかもしれませんし、どう美味しく感じるかって人それぞれあると思うんで、まずはガイドラインに沿って作っていただいて、2回目以降は必要であればアレンジすると。はい、それでカット系はだいたい終わったので、フライパン用意して中火ですね。でも温度がそんな上がりきってない状態から玉ねぎ入れちゃって大丈夫です。で、玉ねぎ焼き色つけるとき、今みたいな感じで重し乗せてあげるといいです。やっぱどうしてもさっき言ったようにほぐれやすい構造になってるんで、何も重しにしないとね、反り返ってきちゃったりして焼き色が綺麗につかないんですよね。で、焼き色がついたら塩、最初から塩してもいいんですけど、なんかね、最近の自分の中のトレンドといいますか、ものによるんですけどね、あんまり最初から塩すると水が出過ぎちゃったりして焼き色つきづらいなって感じるものは後から塩をする場合が多いです。いい感じに表面潤ってきましたよね。これぐらいになって両面がしっかり焼けたら引き上げます。お次はそのままフライパン有効活用させていくんで、ベーコンとニンニク入れましょう。この焼き色がね、こびりついたのをそのまま使うことでソースの色もね、濃くなってくんですよね。この焼き色の色がしっかりと映るというか、この香ばしさは生かしたいです。で、炒めてるとベーコンからうまみっていうのが出てくるので、ニンニクは程よくね、香ばしい茶色になってきたあたりにピーマン加えます。
ピーマンはもうすぐ火入るじゃないですか、正直。なのでこれぐらいのタイミングでいいんじゃないですかね。で加えていくのがトマトペースト、ケチャップと言いたいところなんですけど、やっぱケチャップはパンチ個性だいぶ強いんで、玉ねぎみたいなこう優しい甘み楽しむときはトマトペーストでいいかなと。しっかりとトマトペーストは炒めます。炒めてから、チキンブイヨンで刻んでおいたバジルとオレガノ加えて、もうねこの液体がだいぶ美味しい液体出来上がってきたんで、ここにさっき焼いた玉ねぎ戻してじっくり中まで火を入れていきます。この美味しいエキスを玉ねぎに吸わせていくイメージですね。10分ぐらい弱火でじっくりと煮込んで味が染み込んだらバターを足して乳化させます。でその乳化したソースを玉ねぎに回しかける感じですね。これで丁寧に味が乗っかっていきます。はい、程よく煮詰まったらドレッセです。盛り付けていきましょう。そのまま平置きでもいいんですけど、こうカットされる前の玉ねぎのような感じで重ねて盛り付けたりするといいと思います。あと爪楊枝忘れないで。忘れずにねカットしちゃうとだいぶね口に入れた時に木のぬくもりを感じることになっちゃうんで、これはやっぱ忘れちゃまずいっすよね。あと仕上げにペコリーノロマーノと黒胡椒、もうこれがあればねパスタいらないでしょっていう、そんなオニオンステーキナポリタンが仕上がります。うまそう。いやうまい。うまっ。いや玉ねぎがこんなに進むレシピもないでしょ。玉ねぎの甘さがしっかりと出てるのはもちろんなんですけど、くたっと柔らかくて、でそこに味が染み込んでる。で味自体はトマトのうまみ、あとはピーマンのちょっとピリッとさであったり、ニンニクの香りっていうのもねしっかりと入ってて、チーズのさらにこううまみが重なってる感じがいいっすよね。ベーコンもアクセントになってんだよなこれ。いやこのナポリタンのね、やっぱパスタで楽しむっていうのは当然なんですけど、ないパターンっていうのもこの玉ねぎを主役にして美味しく作れる新たな発見になるんじゃないかなっていう。玉ねぎね内側に行くにつれて特に柔らかく甘くなるから、それがまた癖になりますね。バジルとオレガノの香りもいいんだわこれがまたうまい。というわけで本日発売のレシピ本、圧倒的にうまい野菜のごちそうから一品ピックアップしました。ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。